皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、数回のビデオを使い、ミカエリスメンテン式とその関係式を効率よく確実に導く方法を説明しています。前回のビデオで、混合阻害または非拮抗阻害を考慮した MM 式の誘導を宿題としました。そこで今回は本式の誘導と答え合わせを行います。1式は混合阻害が並行して起こる交差反応の反応スキームを表しています。これが混合阻害と呼ばれるのは、反応スキームに拮抗阻害と不拮抗阻害の両方を含むからです。基質 S は酵素 E の触媒作用により複合体 ES を形成した後、生成物 P へ変換されます。この主反応に並行して E に阻害物質 I が結合して複合体 EI が形成されるとともに、酵素と基質の複合体 ES にも阻害物質 I が結合し、複合体 EIS が形成されます。複合体形成は ES から P が生成する機会を減らすので P の生成速度が低下します。KI1 と KI2 が等しく、かつ KM1 と KM2 が等しいとき、これを特に非拮抗阻害と言います。すなわち、非拮抗阻害は混合阻害の特別なケースです。混合阻害では迅速並行の過程が4箇所で行われます。1つ目は E と S が複合体 ES を形成する箇所です。これにより ES から P が生成する箇所が必然的に立足段階となります。2つ目は E と I が複合体 EI を形成する箇所です。3つ目はES と I が複合体 EIS を形成する箇所です。4つ目は EI と S が複合体 EIS を形成する箇所です。すなわち EIS を形成する経路は2つあります。ここで記号丸印は迅速並行、山印は立足段階を表します。それでは前回の動画で述べた7つの手順に従って本反応システムに対して反応速度式を導出しましょう。ステップ1では立足段階の箇所に対して P の生成速度式を設定します。これはこれまでの場合と同じです。ステップ2では全酵素濃度 ET を求めます。3式に示すように本システムでの酵素は有利酵素 E、複合体 ES、EI、EIS の形で存在します。ステップ3では迅速並行の箇所に対して乖離乗数を設定します。今回の場合、迅速並行4箇所で仮定するので、乖離乗数は4個になります。これらのうち2つはミカエリス乗数で4、5式で与えられます。残り2つは阻害乗数で6、7式で与えられます。ここで Km の上付き添え字 R はKm が迅速並行法により得られたものであることを表します。ステップ4では、ステップ1で求めた式をステップ2の式で割ります。ステップ5では、ステップ3で設定した4、6、7式をそれぞれ複合体濃度 ES、EI、EIS について解き、これらをステップ4の式へ代入します。7式に変え、
語式を使って EIS を表すことができますが、これについては口述します。本ステップでの操作は、測定が困難な複合体ノードを式から消すためのものです。式中に測定困難な変数が含まれていたら、これを消すことが実用的な式を誘導する際の常套手段です。ステップ6では、ステップ5の式の分子、分母から E を除き、両辺に ET をかけて整理します。ここでの操作も測定が困難な有利状態の構素のノード E を式から消すことが目的です。ステップ7では、速度乗数 k プラス2と全構素ノード ET の積を Vmax と置き、式を整えて最終的な式とします。ここで P の生成速度 Vp と S の消費速度 V は等しいので Vp を V で置き換えました。いかがでしょうか。皆さんの回答は11式と同じになったでしょうか。この式が混合阻害を伴う構素反応に対する速度式です。式の誘導を系統的に行うことで簡単に11式を導くことができましたね。本式を行き当たりばったりで導こうとすると、とても長い時間がかかったり、途中でわからなくなったりします。前の動画でも述べましたが、必ず7つの手順を覚えてください。そうすれば、さらに複雑な反応スキームでも速度式を必ず導出することができるはずです。ここで11式について少し考察してみましょう。導かれた式には必ず設定した過程が反映されています。11式は P の生成反応が阻害物質により抑制されるように構成されているはずです。そうでなければ導いた式に間違いがあります。阻害物質濃度 I が高くなると阻害が大きくなるはずですね。I は分母の2箇所に含まれています。これが大きくなると分母が大きくなります。よって反応速度 V は小さくなりますね。矛盾がありません。ところで、8式中の EIS の消去に5式を使ったらどうなるでしょうか。これについて考えてみましょう。まず、5式の EI を6式を使って消すと、5' 式を得ます。これを EIS について解き、8式へ代入すると、9' 式を得ます。そして式を整理すると、最終的に11' 式を得ます。この式と11式には分母の第2項に違いがありますね。すなわち EIS の消去の仕方が異なれば同じ式は得られません。しかしながら式の構造は似ており、これらの式が持つ特徴は同じです。ここで Km1 を Km で表してみましょう。これにより Km には βKm と書くことができます。同様に Ki1 を Ki で表してみましょう。これにより Ki には α は Ki と書くことができます。このような表記の下で1式は1' 式のように書かれます。この時11式は11 2' 式のように与えられます。さらに、α が1であれば、11 2' 式は12式となります。この式は、
非拮抗阻害を伴う酵素反応の整理された式です。前にも述べたように、非拮抗阻害は混合阻害の特別な場合です。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画までごきげんよう。